れでもあれですか、奥様の評価があんまり高くないとか。めちゃくちゃ悪いです。何回エンストしたかっていう、運転が楽しいと思ったのはこの車になってからですかね。マックスシートだけで言うと12人乗れる。あれが煙突じゃなくて、シュノーケルなんで。家族の反対はなかったですか？めちゃくちゃありました。あったんですか？はい、価値が下がらない車だよっていうので。面白いですね、これ。結構ハマる人にはハマるんじゃないかなと。ハマるんじゃないですか、これね。世田谷区在住、かっこいい車、美しい奥さん、おしゃれな生活。僕が彼だったら多少オラついちゃうかもしれないよな。ボーイズ&ウィルズ TV のお時間でございます。ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？なぎるです。年齢は？今年32になります。お住まいは？世田谷区です。家族構成？妻と猫と犬で2匹と2人で暮らしております。はい。お仕事は？仕事は会社員をしながら、インスタグラムで、インテリア関係の発信をしてます。なかなかおしゃれな方でございます。そしてこちら車は何でしょうか？はい、ランドローバーのディフェンダー110、300TDI エンジンを積んだモデルになります。かっこいい四角い真っ黒い車でございます。今日はランドローバーディフェンダー110となぎるさんでお届けします。お楽しみに。はい、じゃあ兵歴教えてください。はい、サードレンジこの前乗ってまして、で次にこのディフェンダーが2台目です。なるほど。はい。なぜこの車に？このカクカクした見た目に惚れて、もうこれしかないと思ってこれにしました。はい。じゃあずっと欲しかった車では？ずっと欲しかった車ですね。いつどこでどうやって買いました？これは中古屋さんで、買いました。何年前？まだ1年経ってないですね。去年の6月に納車してもらったんで。2024年の6月ですね。どういうとこ気に入ってますか？もうこの見た目はさることながら、街中走ってて、結構外国の方とか、おじいちゃんとか、子供とかにこうすごい手振ってもらったり写真撮ってもらったりとかして、結構いい車乗ってんだなっていう。羨ましい。それは羨ましい。ディフェンダー欲しかったけど最初はサードレンジ買った。その理由は？初めてのマイカーだったんで、いきなり古い車手出すのもっていうところで、絶対ぶつけるだろうなっていうのがあり、車がある生活とかその運転とかっていうのにまずは慣れてからでこっちに来ました。なるほど。はい。なぎるさん、特徴を教えてください。はい、このモデルは並行輸入車しかないモデルというところで、300TDI というエンジンを積んでいるモデルなんですけども、モデルによってちょっとフォルムが変わってきてまして、大きく分けると3つあって、 TDI がこの一番カクカクしたタイプで、この次の TD5 というエンジンになるとこの前がちょっとポコッと出るんですね。で一番新しい TDCi というモデルになると、さらにまたボンネットがポコッと盛り上がって、だんだんエンジンが大きくなっていくにつれてちょっとボンネットの形だったりとかっていうのが変わってきている。でこれは一番ソリッドな形、カクカクした形で一番気に入っているポイントでもあります。なるほど。はい。じゃあその3タイプだったらもう確実にこれが好き？これが一番好きです。じゃあ一番いいモデルをゲットされたということで、ちなみにここはちょっと見たところってありますか？雨漏りが標準装備であるっていうのが、あとは奥さんからのその乗り心地についての評価は良くはないです。なぎるさん、ナンバー21、これは理由は？これはうちにいる猫と犬が関係してまして、前のサードレンジの時にニャンニャンワンワンっていうナンバーにしてて、2211ですね。2211にしてたんですね。でこの車になって書類で書いたりする時に2211書くのめんどくさいんで、21ってちょっと省略しました。なるほど。本当はニャンニャンワンワン。はい、本当はニャンニャンワンワンです。というニャンニャンワンワン号、そうそう乗ってみたいと思います。以上行ってきます。これでもあれですか、奥様の評価があんまり高くないとか？めちゃくちゃ悪いです。何回エンストしたかっていう、運転が楽しいと思ったのはこの車になってからですかね。マックスシートだけで言うと12人乗れる。
あれが煙突じゃなくて、はい、シュノーケルなんで。家族の反対はなかったですか？めちゃくちゃありました。あったんですか？はい、価値が下がらない車だよっていうので。面白いですねこれ。結構ハマる人にはハマるんじゃないかなと。ハマるんじゃないですかこれね。世田谷区在住、かっこいい車、美しい奥さん、おしゃれな生活。僕が彼だったら多少オラついちゃうかもしれないよな。はい、乗り込みました。音がやっぱりもうゴツ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 、威勢のいい音が、はい、これはディーゼルエンジン？はい、ディーゼルエンジンですの結構大きいエンジンでしたっけ？2.2 リッターだったかな、2.2リッター、確か。はい、そんなに大きくなくて、トラクターのエンジンそのまま乗っけたみたいな。なるほど、はい、確かにトラクターみたいな音がするし、はい、思ったよりもスムーズですよ。本当ですか？それは多分僕のクラッチワークがうまいんじゃないですかね。なるほどこの車もやっぱり後付けのエアコンもついてる。はい、エアコンついてるし、ね、暖房もちゃんとつくし、全然問題なくこの夏と冬乗り越え切れたので、なるほど、はい、すごい快適ですね僕は。そうか、もう夏も冬も越したと。はい、越しました。安心ですね。はい、エアコンもよく効いた。エアコンめちゃめちゃ効きました。本当ですか？はい、マニュアルは運転するのはこの車で初マニュアルで、はい、マニュアルで初路上もこの車でした。だから教習所以来ってことですか？はい、そうです。なんで8年9年ぶりぐらいにマニュアルを運転しました。どうでした？もうヒヤヒヤで、何回エンストしたかっていう。はい、慣れる期間が必要だった。1ヶ月ぐらい本当に毎晩こう車が少なくなった時間帯にドライブに行って、でそれでなんとかエンストすることはなくなったぞと。でそこからちょっとこうクラッチワークとかをこう YouTube とか見ながら勉強しながらはい、走っております。なるほど。でも今これぐらいのね街中走ってるぐらいだったらそんなにガタガタもしないですよね車。そうですね、結構足回りも多分前のオーナーさんがしっかりメンテナンスしてくれてるのかわかんないですけど、はい、結構なんか変えてあるところが多いみたいで、ちょこっとだけ車高が高くなってるよっていう風に、はい、聞いてます。着座点がね、運転しやすいんじゃないですか、これぐらい背が高いと。本当に運転しやすくて、こう見た目すごい大きいんですけど、こうやっぱり角がカクカクしてるおかげで曲がりやすいし。確かにボンネットもそんな長くないですもんね。長くないです。タイヤが本当に前の方についてるんで、そうですよね、ぶつけることもないし。そうフロントオーバーハンガー短い。はい、確かにこうやっぱりタイヤが四隅についてないとね、悪路とかは困りますもんね。はい、普段使いガンガンしてる感じですか？どういう感じで乗ってます？もう本当にコンビニに行ったりとか、近所のライフに行くだけとか。これで？はい、これで行ってます。なるほど。あんまりそのディーゼルエンジンって短距離ばっかり乗ってるとすすが溜まっちゃうっていうのを聞いて、なんで本当に徒歩5分とかのところでもちょっと10分ぐらい走らせてから行くとか、そういう気は使ってますね。遠回りして。はい。それでね乗れて楽しいですもんね。そして。はい、楽しいです。確かに運転が楽しいと思ったのはこの車になってからですかね。レンジローバーの方がねすごそうですけど。レンジローバー、はい、もう乗りやすすぎて、こう運転の楽しさっていうのは正直あんまり感じなかったかもしれないです。なるほどね。大きなトラブルはまだないですか？今のところないです。はい。順調に。順調に。ちなみに走行距離って分かるんですか？走行距離がこれがマイル表示なんでちょっと分かりにくいんですけど、買った時でだいたい19万キロぐらい、はい、今が20万キロぐらいなんで、約1年で1万キロ、普通ぐらい乗ったかなっていう感じですね。結構乗る頻度がね、はい、乗る頻度は高いね。そっか、20万キロの個体なんですね。はい。でも全然こんな序の口ですね。まあそうですよね、はい、もっともっと走ってもいけるんじゃないかなと、はい、ちっちゃい時はどんな子供さんでいつから車好きだったんですか？ちっちゃい時は本当にガキ大将みたいな子で、この感じでもう今猫かぶってるんであれなんですけど、全然そういうふうに見えないんですけどいやいや、
でもう成績表とかにも毎回こう落ち着きがないと書かれるぐらいではあったんですけど、まあ時を経て大人になり、こうワンちゃんがうちに来て、まあ大型犬なのでこう何かあった時にこう運べる車がないとちょっと大変だぞということで、車ちょっと買わないとなと思ったっていうのがまずはきっかけでした。なるほど。で後ろにワンちゃん用のカゴ積んでんですよね。はい、積んでます。あそこにいつも鎮座してる。いつも、はい、うちの愛犬があそこにいます。独特ですね。はい、マニュアル普段運転してる方はもう、クラッチこれ何って重すぎないかと。重いし浅いしシフトも硬いし独特っすね。はい、大人5人が乗れるようにした車。はい、5人乗りですかね。違うわ。登録は5人乗りで、一応家に対面のシートがあって、マックスシートだけでいうと12人乗れる。12？はい。本当ですか？すごい。しゃあ、軽快じゃないですか。意外とグッと踏むと結構いきます。馬力がありますね。楽しいなこれ。結構黒煙黙々になっちゃうので、なるほどなるほど。なるべくソフトに僕は都内では走ってます。煙突からね。はい。黒煙巻き上げて。あれが煙突じゃなくて、シュノーケルなんで、実は吸気をしててエンジン。こっち吸気か。そっかそっかそっか。結構皆さんこれ煙突ですかって聞かれるんですけど、ね、実は違うんです。そうか、シュノーケルっていうぐらいだから、シュノーケリングしてるわけですね。シュノーケリングしてます。これ慣れたら結構面白そうな、ドライビングフィーリングしてませんか？はい。こうドライブだけ楽しみに、こう夜出かけたりします。それはちょっと気持ちはわかるかもしれない。面白いですねこれ。結構ハマる人にはハマるんじゃないかなと。ハマるんじゃないですかこれね。メーター周りもいいですよね。余計なものが一切ない。一切ないです。タコメーターもない。タコメーターない。速度計、燃料、水温、時計以上。以上です。それでええやないかと。これでもあれですか、奥様の乗り心地に対する評価があんまり高くないとか？めちゃくちゃ悪いです。それはでも、きっと1個前のサードレンジの乗り心地が良すぎたからこそこの評価になってるのかな。それはちょっと差がありすぎるかも。同じメーカーとはいえ、向こうはもうクッション全部本革で、本当にソファーに座って運転しているかのような乗り心地だし、エアサスでしょ？はい、エアサスでもう段差を感じないような乗り心地。家族の反対はなかったですか？めちゃくちゃありました。あったんですか？はい。どう押し切ったんでしょう？価値が下がらない車だよっていうので、今もどんどん車の価格が高くなっている車種かなと思ってて、なるほど。でもしこれを手放すってなっても買った時と、まあほぼ変わらないぐらいの値段帯で売れるんじゃなかろうかと思って、でそういうところをちょっと全面的に押して。なるほど。お財布のことですね。はい。結局。ちなみにおいくらだったんですか？だいたい450いかないぐらい。めちゃくちゃ安い。いや、結構するんですけど、安い方？安い方だと思います。奥さんも乗り心地は大嫌いって言ってるんですけど、見た目は大好きって言ってくれてるんで。なるほど。はい。本当に電子制御がほぼ入ってない車なので、そうですよね。はい。足の動きにぴったり合わせてこう直にタイヤを踏んでるという。本当におからせって感じはするけれども、ダイレクト感もあるんで、なんか不思議な感覚ですね。はい、ということで乗ってまいりました。やっぱりね、武骨、これはやっぱり奥さんのね評価に、評価に直結しちゃうと思います。はい。でもやっぱり男としてはこれぐらいね、ソリッドなね。武骨な道具的な車乗るっていうのはね、いいと思います。揺れてないと車じゃないですね。確かにそうです。揺れてないと車じゃないということで、100点満点中何点でしょうか？はい。僕の評価は120点。はい。奥さんの評価は30点です。なぎさん120点ということで120点ですね。はい、120点です。ということでございます。この車乗り続けますか？はい、もちろんです。はい、ということで今回はランドローバーディフェンダー110となぎるさんでお届けしました。ボイズ&ウィルズ TV、 また見てください。バイバイ。
世田谷区在住、かっこいい車、美しい奥さん、おしゃれな生活、全てを持った人っていうのはいるんだなと思いました。僕が彼だったら多少オラついちゃうかもしれないよな。羨ましい。以上、モテない男のたわごとでした。